お万の方の生涯。どうする家康に学ぶ日本史。結城秀康と彼女はなぜ家康に疎まれたのか。お万の方は徳川家康との間に次男結城秀康を産んだが、なぜか家康は秀康と彼女を疎んじた。お万の方と秀康はなぜ家康から疎まれたのかを詳しく見ていこう。家康の側室にはお万という名前の女性が2人いたが、結城秀康を産んだ女性と徳川御三家の紀州公と水戸公の徳川頼信と頼房を産んだ女性がいる。今回取り上げるお万は結城秀康を産んだ女性である。お万は1548年天文17年三河の知立明神の社人永見貞秀の娘として生まれたと言われるが、出自は不明な点が多い。岡崎城で瀬名築山殿の次女になったお万は浜松城へ移り奥女中を務めていた時に家康に見初められた。やがてお万は妊娠するが、これを知った正室の瀬名は激怒したという。当時は正室が側室の選定から出産、さらに側室の子供たちの育児から結婚に至るまで全て正室が管理する権限を持っていた。ところがお万は瀬名から正式に側室に認定されずに勝手に家康のお手つきとなって子を身ごもってしまったのである。瀬名はお万を木に縛り付けて折檻したなどさまざまな逸話が残されているが、瀬名が激怒したのも当然であった。お万は城を追われて徳川家臣の本田重次に預けられて男の子を出産している。ところで家康はお万が産んだ男の子に小木丸と名付けたが、なぜかお万と小木丸を疎んじて会おうともしなかった。そして家康は赤子の顔がギーという魚に似ていると聞いたので小木丸と名付けたというのである。瀬名が立腹したのは当然であるが、お万を気に入ってお手つきにした家康までがお万と小木丸をなぜ遠ざけたのだろうか。家康がお万と小木丸を疎んじた理由としては主に次の3つの説が唱えられ論じられてきた。1、家康は自分の子供ではないと疑った。2、当時は忌み嫌われた双子であった。3、お万の出自が卑しかったから。以上の理由から小木丸は家康に我が子だと認定されることもなく、本田重次の下で育てられた。いつまでも子供に会わないのを見かねた長男の松平信康が、小木丸が3歳、一説には6歳の時に家康に頼み込んで初めて面会が実現したと言われている。実はある資料にお万は家康の心にたがうことをして城を追われたと書かれている。すなわち身持ちの悪いお万が産んだ子供を家康は自分の子供だとは信じていなかった。またお万が不倫をしたという噂があったのかもしれない。そのため小木丸という名前をつけて家臣の家で出産させて大きくなるまで会おうとしなかったというのが本当のようだ。ところが11歳になった小木丸に突然幸運が巡ってくるのである。1584年天正12年の小牧長久手の戦いで家康と和睦した豊臣秀吉は家康に
養子を求めたのである。もちろん養子といっても人質に近い立場なのだが、家康は荻丸をためらうことなく差し出している。すると事情の知らない秀吉は荻丸を養子にして羽柴の生と秀の一字を与え、元服させて羽柴秀康と名乗らせたのである。さらに少年であるにもかかわらず、秀康は地獄家の官位と河内に1万石を与えられている。秀吉は実子の鶴丸が生まれると、秀康を下総の名門結城家の婿養子に入れ、結城家を10万1000石に加増している。結城秀康は武勇に優れた青年に育ち、関ヶ原の戦いでは徳川方として小山に本陣を置いて上杉景勝を牽制する大役を果たしている。この功績で結城秀康は家康から越前68万石を与えられ、松平姓への復帰を許され、越前松平家の祖となっている。松平秀康は母親のお万の方を越前に迎えて手厚く遇したという。秀康があまりに実力と名声を備えすぎると、三男で嫡男の秀忠を脅かす存在となってしまう。そのために徳川家康は秀康の取り扱いにはかなり苦労したようである。ところが松平秀康は1607年慶長12年34歳の若さで病死してしまう。そのためお万の方は出家して長松院と名乗って秀康の菩提を弔っている。お万の方は1619年元和5年72歳で逝去した。出自が卑しいという理由で若い時は苦労したお万の方だが、年老いてからは秀康のおかげで幸せな生涯を過ごしたのである。